今回は私たちのこのマインドや体、これらを潜在意識を含めて持っているポテンシャルを最大限に引き出すための身体感覚の操作について解説をしたいと思います。今ちょうど私がこの収録をしているタイミングではメジャーリーグで大谷選手が前人未到の記録を打ち立てて、そしてメンタル的にも身体的にも今までの多くの挑戦者たちが得られなかった長いメジャーリーグの歴史の中でも彼唯一が達成できた偉大なる記録というものを私たちは目の当たりにすることになりました。それによって私たちは本来持っている能力、これはマインドも身体的な能力もあらゆる可能性というものをもう一度再度よりその可能性というものを引き出してもっと望むような人生、望むような生き方というものがもっとできるはずという、そういった思いを持つことになる人も多かったんではないでしょうか。彼のその活躍を見て、これはある種の自己投影かもしれませんが、自分もやればもっとできるんじゃないかという気持ちにさせられる、そうした数少ない偉大なる選手の偉大なる記録、これが私たちを今新しい挑戦へと駆り立ててくれるような、そうした素晴らしい瞬間に私たちは立ち会えた、そういう意味では非常に貴重な瞬間だったと思います。私たちのこの持っている能力やこのマインドというものは実際には眠っている力というよりはその使い方をうまく捉えられないことによって、本当はもっと有効な使い方、もっと自分の成し遂げたい目標だとか目的をうまく遂行するために使えるはずの使い方を、私たちはそれを知らないせいによってあまりうまくそれらの実行が行えないといったようなことがあります。これは私たちが見ているこの世界というものがありのままの世界を捉えているわけではなく、私たちはあくまでもこの世界を自分たちが感じ取りたいように解釈しているにしか過ぎないといったような、この認知的な限界、それほどこの世界にある情報や私たちのこの感覚器官というものから入ってくる入力される情報というのは膨大であって、それらを一瞬にしてリアルタイムに処理をしていくというのはすごくエネルギーがかかるわけですね。なのでそれらを全て処理していたのでは脳の処理は追いつかないので、私たちは必要のない情報は捨てて、そして必要だと思う情報だけを取り出して処理をしていく。しかしそれ自体、そういうことをやっているということ自体も脳はうまく錯覚を起こすことによってそのような処理をしているということも気づかせないという仕組みがあります。私たちのこの目は色を感じる色彩を判断する細胞というものは目のこの中心にしかありません。でその周辺は実は色を感じる細胞がないんですね。にもかかわらず私たちはこの世界を見るときに真ん中だけが色があって周辺は白黒に見えているというふうには感じないですよね。これは中心しか本当は色が見えていないんですけれども、周辺の色は脳が勝手に色付けをしているわけですね。なので私たちは周辺が白黒であるということにすらも気づかないということが起こっています。ここからも分かる通り、私たちのこの体や脳というものは私たちに対してありのままの世界を見せているわけではなくて、ありのままに非常に近いシミュレーションの世界というものを私たちに見せているということになります。となるとその前提を理解しているかどうかによって私たちのこの体の使い方とかマインドの使い方というものが変わってきます。本当にこの世界をどう捉えてこの世界をどう変えていくかっていうのもそうですし、あと私たちの体を使って思うような動きをしたりとかコントロールしていくという際にもそのメカニズムを知っておく必要があります。でここが多くの脳科学者とかここについて研究をして述べている人たちはこのメカニズムについては説明ができますし、多くのその情報というものありますが、メカニズムが分かっているということと実際に操作ができるというものは別なんですね。これはまたちょっと分かりやすくするために野球の世界で言いますけれども、野球で例えば大谷選手の体の使い方メカニズムについて解説できる人はたくさんいますが、実際にじゃあ彼のようなパフォーマンスが出せる人はどれだけいるのかというと実際にいないわけですよね。それはなぜかというと、彼のような体の使い方をすればいいというそのメカニズムのことが分かっていても、それをどう感覚としてどう再現するかということが分かっている人がいないということです。これはこの脳の使い方や身体感覚の使い方に関してもそうなんですけれども、多くの脳科学者や瞑想だとかマインドフルネスを実践している人との違いはここにあります。実践者は実践の中で感覚としてどうすればいい
いかというものを捉えているので、それらを実行に移して具体的にそれらを元にして世界を変えていくということをしているわけですけれども、脳科学者はそうではなくて、そのメカニズムだとか仕組みに対して興味があって詳しくはなるんですけれども、じゃあ実際にそれによってその脳の仕組みが分かったからといって、じゃあそれを利用して何か自分自身のマインドだとかメンタルを変えられるかって、そうではないんですよね。これ皮肉なことに脳科学者とかあるいは心理学者とかの多くは実は精神疾患を患っていたりもします。自分たちの脳だとか心理というものが分かっているようであって、しかし実際にそれを乗りこなせないということです。これは車の整備が大好きで、車のメカニズムだとかそれを修理をするというような行為に関しては得意なんだけれども、実際に運転をするのに関しては F1 ドライバーとかの方がよっぽどうまいと。実際に車を運転するというその操作に関してはメカニズムを知っている整備士よりもメカニズムはよくわからないけれども、どのように反応してどのように乗りこなせばいいかというその感覚を知っているドライバーの方が優秀なわけです。そういう意味では私たちはメカニズムが分かったからといってそれをそのように実行できるとは限らない。これは裏を返せば実行ができてしまっていて、感覚がそれをうまく捉えられているのであれば、実はそっちの方が大事だったりするわけです。しかし現実には感覚を得てうまくいっていた。しかし例えば車であれば、その車がダメになったりとか調子が悪くなってきた時に、その車のなぜこの調子が悪くなったのかメカニズムはわからないので、うまくいかなくなってきた時に元に戻れないということが起こるわけですね。なので理想的なのはメカニズムも分かっていて、かつ実践もできる、その実践の感覚を得ている、この両方があるというのが最も安定的にパフォーマンスを出し続けられるわけです。もし感覚に頼ってその実践をしていく中でそれがうまくいかなくなってきたという時に、なぜうまくいかなくなってきたのかというメカニズムを知っていれば、それをどう対処すればいいかという発想、その着眼点も持っていることになりますし、今度はそのメカニズムを元にしていろいろ感覚をまた調整をして試していきながら、また新しいその状況に合わせた新しい感覚というものを得られることができれば、またそこから実践ができるわけですね。なので大谷君のように自分の理想的なバッティングフォームだとかその実践の仕方というものを両方を知っていることによって、バッティングフォームが崩れたりとか、あるいは結果が出なくなってきた時に何が問題なのかというメカニズムの方をまた見直してということをしながら、また感覚をまた調整をして戻していくということができるわけですね。なので高いパフォーマンスを出そうと思った場合にはメカニズムだけを知っているでもダメですし、実践をして感覚だけでやっているというのもダメなわけです。両方があるのが望ましいわけですね。でその中でもじゃあどっちの方が重要なのかというと、感覚の方が重要なわけです。感覚によって実践できるというのが重要なわけです。なのでメカニズムを知るということ自体は多くの人が、この私の今の話している内容のようなことを YouTube なりポッドキャストなり書籍なりとかでいろんな方がいろんな語り口で話をしていると思いますが、大事なのはそれらを皆さんが実践できることですね。実践をして感覚を得ることです。ですので今日のこの場では、じゃあその身体感覚というものをどう得ればいいのか、そのヒントやその感覚のイメージの仕方というものを中心に解説をしてみたいと思います。これはスピリチュアル的な観点のそういった視点の表現も使います。それはなぜかというと、私たちの感覚というものを得るには、具体的にはどういう感覚を持てばいいのかという、その感覚の比喩表現をするときにどうしてもそのスピリチュアル的な要素を用いた方がイメージがしやすかったりするので、なのでイメージとしてこういうイメージで描くといいですよというところに関しては少々オカルト的なスピリチュアル的な表現が含まれてしまいますので、むしろそういうの積極的に今回私は使いますので、なので今回の私の話は科学的な観点に基づいたメカニズムの説明と、それをどう身体感覚として持ち込むかというスピリチュアル的な感覚というもの、これらが行き来することになりますので、全体を通じてもし途中から聞いた人であれば、そのスピリチュアル的な表現を用いているところから聞くとちょっと大垣がスピリチュアル方面に走っちゃったなと、もしかすると誤解するかもしれませんので、そういった意味でちょっと前半この話をする際にあらかじめその注意点としてお伝えしておきたいと思います。ではまず脳ですねに関してのざっとした解説、これは私が今まで話してきたエピソードの中でも、脳がどういう仕組みなのかとか、冒頭言いましたが目の仕組み、真ん中しか色が見えないといったようなところからも、私たちがどのようにして世界を捉えているのかということをちょっと比喩表現を使いながら説明をしておきたいと思います。まず私たちはありのままにこの世界を感じ取っているわけではありません。これは見るということもそうですし、触った時の食感とかもそうですし、あとは痛みとかで感
感情である悲しみとか苦しみとか喜びとか、こういったものも実際にこの世界にあるわけではなくて、私たちがそのように感じ取るようにこの体が進化をして、そしてその感じ取ったものを脳がそのように処理をしているということで、最終的には脳が再現しているわけです。なので私たちはこの世界を生きているというよりは、この頭蓋骨の中にある脳の中で生きているわけです。これはどういうことかというと、私たちは絶対に出れない映画館の中にいて、そしてその映画のスクリーンの前に座って映画をただただ見ている観客のようなものです。私たちはこの映画館から出ることができません。私たちはこの脳をこの頭蓋骨から出すことができません。なので私たちは直接世界を見ることはできなくて、スクリーンに映ったその映像やそこから入ってくる処理された感覚の結果だけを私たちは眺めているわけですね。なのでこのスクリーンに映っているものは世界ではなく、このスクリーンに投影している投影機がどこかにあるはずなんです。なので私たちはまずこの世界を見るときに映画のスクリーンの前に座っている観客というのをイメージしてみてください。でそこに座っている観客があなたです。しかしそのスクリーンに映っている映像はどこかで作られて投影されているわけですよね。するとその映画のスクリーンに投影されているその映像はあなたよりも後ろで投影機があって、その投影機から投影されているわけです。するとその投影機が実は本体なわけですね。でその投影機はそれもあなたなわけです。これ考え方の一つのポイントなんですけれども、この投影機が何かというと、これが実はあなたの潜在意識であり、そしてこの仕組みに気づくこと、これがメタ認知なわけです。私たちは潜在意識によって多くのことを自動的に処理しているわけですけれども、私たちは潜在意識っていうものと顕在意識、要は自分で自覚ができる意識というものをなんかうまく切り分けているように感じるかもしれませんけれども、実際には切り分けているわけではなくて、あらゆるものが実は絡み合っているわけです。なので潜在意識ですとか顕在意識ですという風な表現で区別していく、私たちの脳の認知機能というものを区別していくのは実はあまり適切ではないんですね。ただ分かりやすいので多くの人がそのように説明することもありますし、かつては本当にそうだと思われてた時代があるので、なのでその名残として未だに潜在意識、これは私たちが意識できない領域、そして顕在意識というのは私たちが意識できる領域という風な形の分類のされ方で説明されることがありますが、正しくはないんですね。ただ分かりやすさを優先するとそのような言い方をすることが多いと思いますし、実際にそれで理解ができて実践ができるんであれば、私はそういう表現を用いる人をそれで効果が出ているんであれば別にそれはいいかなと思いますが、今回はその潜在意識と顕在意識みたいな切り分け方ではなくて、スクリーンとそしてそのスクリーンの前に座って見ている観客、それとさらにその後ろにある投影機、映写機ですね、これをイメージまずしてみてください。で大事なのはこの投影機の方です。この映像を作っている、映像をそのスクリーンに映し出している、ここが本体なわけですね。でここが実はリアルタイムにこの物語を作ってそこに投影しているわけですね。で最近であれば例えば生成 AI がどんどんとリアルタイムに物語を作ったりとか動画をどんどん作っていくってことを生成 AI がやってしまう時代が来ました。なのでイメージ的にはそういう感じですね。投影機につながっているところに映画を作る監督だとか制作スタッフだとかがいて、脚本家がいて、でリアルタイムに脚本を作っているわけです。しかしそのリアルタイムに作っている脚本だと言ったとしても、大半はその脚本とか内容、映像というものは過去に自分が一度使ったものを何度も再利用していますので、ほとんど実はもうその投影機の中にはこれから映るであろう映像だとかこれから投影されるであろうものというものはほとんどがもう実はストックとしてあるわけです。なのでそれを単に再現として再利用して使っているにしか過ぎないということで、実は新しい物語とか新しい映像というものは実はほとんど出てこなくなります。子供の頃世界を全然知らない、見るものが全て新しいという状況であれば次から次に新しく投影されていくわけですけれども、もう私ももう40過ぎてますが、ある程度の年齢になってくるとそうではなくほとんど再利用して使っていきます。なのでその方が省エネですね。新しく物語を作るよりも過去に貯めておいたストックしたものを再放送した方が効率がいいので、ほとんどがそのようになります。これが私たちが新しいことに挑戦できない理由であったり、あるいは私たちが新しいことを学ぶことを阻害する要因でもあります。そしてこの投影するイメージがあった場合ですね、この仕組みにまず気づけるかどうか、これが単に気づくというのはメカニズムとしてそうですよということを理解するではなくて、実際に本当にそうなんだと感じ取ることができるかどうか。今皆さんがこのYouTube の動画を見ている最中でもたった今でもいいですが、自分の今のこの目の前に映っている景色、風景、あるいは身体感覚全てがあくまでもスクリーンの上で再現されているもの、これをリアリティのあるものだと錯
覚している観客というイメージがまずできますでしょうか。皆さんはただ実は映画を見ているだけにしか過ぎない。なので映画の中で、主人公や登場人物が痛い思いをしたり悲しい思いをしても、それはあなたがしているわけではなくて、映画の中のストーリーがそうなっているだけ。そこに、自分の身体的な痛みだとか肉体的な痛みみたいなものが自分自身で、そう感じてしまうという、それほどスクリーンとあなたはすごく近いところにいてしまうわけですね。でもっと具体的なイメージをしたいのであれば、映画館ではなくて VR ゴーグルとか AR メガネですよね。最近であれば Apple から Apple Vision Pro みたいなものが出ましたし、あとはメタ社から出ているものとかもありますが、こういったゴーグルをつけて、そのゴーグルの内側で映像が投影されていて、でそれを通じて見ていると。なので観客であるあなたとスクリーンがとても近いところにいるイメージですね。なので目の前にあるそのスクリーンの映像が観客である自分と距離がある、実際の物理的な距離が多少あるということ、これもわからない、生きてきた。ここが今回この私の話を聞いたことによって、そこに実は距離があるんじゃないか、距離があるというイメージが持てるかどうかですね。でまずこれがスクリーンを見ている観客であるということにまず気づく。そしてそれが実際にイメージできる。そうなって初めて気づくといったことを言える状態になります。そしてその次にですが、そのスクリーンに映っている映像は皆さんよりも後ろ側にいるところから投影されているわけです。ということはどこから投影されているのかというと、その投影機も実際には実は私たちの頭蓋骨の中の脳がその投影機があるわけですから、脳の中のどこかにあるわけですよね。それはこの頭蓋骨でいけば一番後ろ側っていうのは後頭部ですから、その後頭部が一番後ろだとして、一番後ろに引き下がったとしても、そこから投影しているということになるわけですけれども、実際のイメージはこの投影機は私たちの体から出た方がいいです。なぜなら観客であるあなたと投影機は当然ですけど観客よりも後ろにある必要があるわけですよね。なのでイメージですが、あなたのこの後ろ、後頭部よりもさらに後ろに投影機があるイメージを持ってみてください。どこがいいのかという具体的な場所ですけれども、こう背筋を伸ばした状態で右と左の肩甲骨、この間で、この肩甲骨の間のちょっと上ぐらいですが、真後ろからこう線を引けばちょうどこの肩と肩、この肩のラインを引いたこのラインのところの肩甲骨の間のところの背骨ですね。この辺りが実は投影機をイメージするのに最適な場所です。この投影機は私たちのこの体の中にあるというイメージよりも体の外にあった方が望ましいので、イメージは後ろにあった方が望ましいので、日頃はこの体の背中にくっついた場所、背骨にあるけれども、それを姿勢をぐっと伸ばして、そして顎を引くようなイメージで体から離してみてください。でこの時にどういうイメージをするといいのかというと、これいろんな実はイメージを比喩表現で使われている人がいますが、一つは三つ編みという表現を使っている人がいます。これはバチムゼランドという人が、ロシアの作家が用いた比喩ですけれども、この後頭部から三つ編みが垂れていて、その三つ編みの先に投影機があるイメージを持てと。そうすると私の今のこの後頭部から肩甲骨にかけて普段は垂れていて背中にへばりついていると。しかしそれを引き離そうと思った場合には胸を張って、かつ顎を少し引きますよね。でそこから背中から少し離れます。でその背中から少し離れた状態のその投影機からスクリーンに向かって投影をすると。するとスクリーンはこの額のあたりにありますから、この額に対して背中の肩甲骨から投影をしているという状態をイメージしてみると、私たちのこの身体感覚の感じ方というものが変わってきます。今まではそうではなく、この自分というものがちょうどこの境界線、皮膚の内側が自分で皮膚の外側が外側、外界だったというふうに、そのような認識で生きてきたところから、そうではなく私という概念は実はこの皮膚の外側にもあるんだと。特に今の例えだと投影機というものが背中よりもさらに後ろにありますので、この後ろから私たちのこの世界というものを映し出しているものがあると。でマインドフルになるには実はその投影機をイメージすることが大事です。体の外側です。体の外側に自分がいると。体の外側に自分のこの世界を見せつけているものが何かあると。三つ編みの先というふうにイメージするとイメージしやすくなる場合もあれば、これが守護神とか守護霊とか守護天使とかといった形で自分の後ろ、背中に自分を守ってくれる存在がいるといったような表現の方がしっくりくる人もいるかもしれませんので、これどちらでもいいですけれども、自分のこの肩甲骨の真ん中の背骨よりも
も少し後ろ、ここから投影すると。そしてここを投影機としてやろうと思った場合には、三つ編みのように普段は垂れて背中にへばりついてしまうので、それを何とかしてグッと背中から引き離すためにも背筋を伸ばして胸を張って、そして顎を少し引くと。そうすると一瞬ふっとこの三つ編みが背中から離れたような気がしますよね。そうなるとその先が投影機なので、そこから世界をスクリーンに対して映しているといったような感覚をイメージしてみてください。でこのイメージができたら、ようやく初めてここで自分の今の状態というものを気づけたとなるわけですね。これがマインドフルな状態になる入り口一歩だったりします。マインドフルというのは今この瞬間に生きるという、その今の自分の身体感覚だとか、今この瞬間に味わっているもの全てに対して注意を払っていきましょう。なのでまだ起こっていない未来とか過去に起こった出来事のような自分でコントロールできないものに注意を向けるのではなくて、たった今この瞬間の状態に気づきましょうということですよね。しかしこの気づきましょうというのは、あくまでも私たちがどのように世界を認識しているかに関しても気づく必要があるわけです。私たちの現実、私たちが今いるこの世界、見えている景色にしてもこの感覚にしても、あくまでも投影されたものにしか過ぎないということを身体的な感覚としてちゃんと再現できるかどうか、これが本当の意味のマインドフルになっている状態ということですね。でこれによってようやく何ができるかというと、メタ認知というものが今効いていることになります。自分を客観視している、そしてそこには自分も含まれているわけです。このメタ認知というのが実は人間の大きな特徴で、他の動物にはできないことなんですが、メタ認知をいかに鍛えるか、メタ認知を発動させている状態というものをいかに維持できるか、これが実はこの私たちのマインドだとか、この体、身体操作というものを最大限発揮するためには重要になってきます。なのでメンタルトレーニングもそうですし、日頃のそのスポーツのトレーニングもそうですけれども、自分がどんなフォームで振っているのかとか、あとはその試合の場面だとかというものを自分も含めて客観視できないと正しく判断できないわけですよね。なのでその客観視をする時の客観というその視点というものは、その対象には自分も含まれているということは、その視点は自分の肉体から離れたところにないといけないわけです。外側にないといけないわけですよね。メタ認知というのはそうしたものをイメージする必要がありますので、今の投影機という概念、これが自分の体から離れた外側にあると。できれば自分の背中がいいわけです。なぜかといえば、私たちは目が前に向かってついてますので、見る世界というのは常に前を向いて見ているわけですよね。ということは、この前を向いて見ている世界というものが何らかしら投影されてないといけないので、そうなると自分よりも後ろに投影機があるというイメージをすると、私たちが見ているこの前だけが世界ではなくて、実は後ろ側にも当然世界があるということもイメージすることができると思います。するとその投影機が背中にあるというイメージは、背中側の世界、背中側の状態というもの、感覚にも注意を向けることができるようになります。すると私たちは体から入ってくる入力されていく刺激に対しても敏感になっていき、そして逆にその刺激が入ってきても全てを信用する必要はなくて、ほとんどのものはもう投影機で作られている刺激ですので、その刺激に対しても疑うことができるわけです。要はその刺激に対して流されなくていい。これは感情が湧いてきたり感覚が出てきた時に、もうそれをそのまま真実だと思って受け取ってしまって、それに流されてしまうではなくて、その感覚ですらも投影機が再現したものであるということを意識することができれば、それですらも眺めて、ここに自分がどういう反応をした方がいいのかという一個メタな視点というものを維持できるわけです。これがマインドフルな状態なわけですね。なのでメタ認知をいかに鍛えられるか、そして日頃の瞑想をしている時だけではなくて、むしろ瞑想している時以外でメタ認知をいかに発動させ続けられるか、メタな状態、メタ認知という状態のままで日々過ごすことができるか、これが大事になってきます。メタ認知ができるのが瞑想の時だけですではダメなわけです。毎日瞑想していて1日20分とか、それこそ長い人であれば1時間とか毎日している人いるかもしれませんが、その瞑想の間だけしかメタ認知がうまく発動しない、マインドフルな状態にならないだともったいないわけですよね。むしろ別のことをやる、瞑想ではなく別の仕事だとか、スポーツでもいいですが、何らかの作業や活動をしている際に本当のマインドフルな状態やメタ認知というものを持ち込めた方がいいわけですので、なので今回はその瞑想の仕方に関してはこの中では話しませんが、日頃の活動として積極的に何か活動しようと思っている状態の時にいかにメタな状態、メタ認知の機能させた状態でいられるか、マインドフルでいることができるかというこの身体感覚ですね。身体感覚の操作について一つイメージを持ってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、私たちのこの
作っている物語ですが、この物語は結局は私たちが理解しやすいようなものが選ばれます。私たちが理解できないものというものは、本当はこの現実、リアリティのある現実、これはスクリーンに投影されたものではなくて、このスクリーンに投影されていないものも含めた本当のこの下界の目から入ってくる情報という意味でのこの外側の世界というものは、実は物語というものはそもそもないんですね。何の物語もなく、ただただ現実としてそれらが淡々と流れていろんなものが動いているだけなんですけれども、私たちはそれを何とかして理解して、そして自分たちにとってより生きやすく何か意味のあるものとして解釈したいがために物語を作っていくわけです。でその作っていくのはどこが作っていくかというと、この投影機が作っていくわけですけれども、物語のバリエーションだとかパターンというものを無限に作るわけではなくて、ある程度その見ている観客が理解できるもの、観客が物語として認識できるレベルのものしか作りません。なのでそういう意味では私たちの物語というものはあくまでも観客である、これも私たちですが、この観客が理解できるものしか物語として作りませんので、なので私たちが見る世界というものは常に同じような似たような物語を見ているわけですね。なのでこれは人によって結局そのものの見方が違うという現象が起こるのは、人によってはもうその物語が見慣れた物語が違うからですね。なのである現象を見てもそれが悲観的な悲しいシーンだというふうに受け取る人もいれば、それが奥深い興味深いものだと感じる人もいれば、これはその人がその目の前で投影されたスクリーンにどんな物語が投影されているかというものが、実は同じ光、同じ風景を見たり同じ感覚を得たとしても違ってくるわけです。それをどのような物語として投影するかというのが違うからですね。それは見ている観客であるあなたがその物語をどんな物語として見たいのかで、どんな物語であれば解釈ちゃんとできるのか理解できるのかによって投影されるものが変わってしまうということになります。しかしあいにくその観客であるそのスクリーンの前に座っているあなたは直接物語を変更することができません。観客であるあなたが今目の前で映っているそのストーリーに影響を直接与えることはできないわけです。ただ流れているものを見るしかないという状態になります。しかし自分が見たいストーリーだとか、あるいはこのストーリーを変えたいと思った場合は、じゃあどうすればいいのかというと、観客であるあなたが何かをするんじゃなくて、その投影機に対して働きかける必要があるわけです。投影機はこの目から入ってきた情報や入力された感覚というものを元にして物語を作っていく、物語を作ったものを投影していくわけですけれども、その得た情報を物語を作る、ここに実は私たちの干渉する余地があるわけです。ここでこの投影機が物語を作ろうとしている、映し出そうとしている際に何を物語として変更するのか、あるいはどのような情報を元にして物語を作るのかという、その情報を拾ったり捨てたりするときにどんな情報を捨てるべきなのか、どんな情報を拾うべきなのかということを決める部分で私たちの選択の自由がまだ残されているわけです。しかし投影されてしまった後では私たちは観客ですので、観客としてはもう何もすることがないわけです。それこそそっと目を閉じて見なかったことにするみたいなことぐらいしかもうできないわけですけれども、それでも私たちは強制的に映画を見せられている観客ですので、席を立つこともできなければ、目をつぶったとしてもそのスクリーンから流れてくる映像を断ち切ることはできないわけです。なので投影機の方を変える必要がある。投影機で作ろうとしている時に変える必要があるわけですね。なのでマインドフルになって、そして投影機の存在というものを意識する。それは自分よりも外側にあるイメージでイメージをしていくと、実は今まで見えてこなかったものとか大事だと思っていたものが見え方が変わってきたりします。それほど大事だと思えなくなってきたり、逆に今まで見過ごしてきたものが大事なんじゃないかというふうに新しく拾い上げるようなことが起こります。すると投影されるスクリーンに投影される物語がちょっとずつ変化してくるわけですね。今までであれば解釈がそのような解釈をしなかったものが新しい解釈が生まれたり、新しいストーリーというものが作られたりするわけです。これは今まで拾ってこなかった情報というものを拾うようになったり、捨てるべきだったものというものを捨てるべきじゃないというふうに変えたりするのを投影機側が反応し始めますので、そうなるとメタ認知、私たちがその中でどう振る舞っていくのかということの行動にも変化が起こります。で、行動が変化が起こると当然入力から入ってくる情報も変化しますし、そしてそれを行動が変化するということは私たちこの世界に対して働きかける働きかけも変わるわけですね。するとそれによってまた世界が私たちに何らかの反応を返してきます。これが今までとは違う反応が返ってくる。当然行動も変わってますので、その行動による結果も変わってくる。これによって私たちの人生というものが今までとは違うストーリー、今までとは違う物語が展開されていくきっかけになっていくわけですね。こういう意味でマインドフルであるというのは私たちの人生をより豊かにして楽しむためにも、面白い世界の捉え方でもありますし、あとはメタ認知というもの、これが他の動物にはない人間特有の概念ですので、いかにこれをフルに使うか、このメタ認知というものを日頃から鍛えておくか。メタ認知は鍛えれば鍛えるほどそれらを実践しやすくはなります。それでも限界がありますの
ので、脳が極端に疲れているとかエネルギーがないとか消耗してしまっている場合ですね、は注意が必要です。メタ認知はかなりのエネルギーを必要としますので、メタ認知をし続けているとかなり疲れます。しかしそれをやっているとだんだんとそれもできるようになってきます。これは筋トレと一緒で、鍛えれば鍛えるほど強くなっていきますので、そうなるとメタ認知の状態を維持できる、そしていつでも再現できるということになりますので、これを日々の生活の中で常にトレーニングのつもりでやっておくといいんじゃないかなと思います。瞑想自体も私は推奨してますし、その瞑想自体の効果も私は理解しています。なので瞑想そのものは否定しませんし、むしろ積極的にやった方がいいと思いますが、瞑想している時以外、活動している時に私たちがどのようなイメージでその活動をしていけばいいのか、これはメンタル的にもマインド的にも身体的にもどのような状態で世界を捉えるというのが最も効果的なのかという、そのヒントになるその身体感覚のコツみたいなものを今回はお話ししました。最後にまとめますと、私たちがこの見ている世界はこの私たちの額あたりにあるスクリーンに投影されたものであり、私たちが私だと思っているものというものはそのスクリーンの前に座っている観客です。私たちがこの観客であるということにまず気づけるかどうかで、気づけたらまず一歩目ですね。ということは、このスクリーンを投影している元がある、それが投影機、映写機で、さらに進んだ言葉で言うんであればコントローラーですね。これはコントロールというのはこのスクリーンに映っているものが映像だけではないので、実際には感覚とか痛みとか悲しみとかそういうものも投影してますので、なのでこのいろんなものをこの投影するものをいろいろ決めて管理して調整しているわけです。なのでコントローラーという方がより適切な表現ですが、このコントローラーがあって、で実は大元の私たちをより客観視して、そして世界に対してより効果的な動きや、そして自分自身にとってより有益な生き方とか有益な感覚、感じ方、これらを得るためにはこのコントローラーに作用させる必要があります。でコントローラーを起動させて、でコントローラーの存在をまず認識して、コントローラーの存在に気づくこと、そしてそのコントローラーに対してどう働きかけるかというふうに世界を見ること、行動すること、これが私たちのメタ認知というものを鍛えるその一つのコツになります。自分を客観視する、その自分というものはこの世界を認識する中にも自分は含まれていますので、それを含めてひっくるめて自分というものも客観視するためには、自分の体の外側に自分がいる。ここで、どの場所でもいいんですけれども、私が一番効果があると思う場所は肩甲骨の間、ちょうど三つ編みを背中に垂らした際にだいたいその背中にくっついてくるであろうその高さですね、位置で、ここをちょっと離すためにちょっと胸を張って背中をちょっと反らしてみて、でその状態で顎をグッと引けばちょっとだけ三つ編みの先が浮きますよね。その状態で世界を見てみる。そしてその時にその投影されているところから世界が映されているんだというふうに見ると、この目から入ってくる風景の景色の見え方というものがちょっと変わってきます。これは特に散歩中だとか何か作業して目の前に集中している時は難しいですけれども、ぼーっと散歩ができる時とか電車の中からその風景を見ていることができるような時などにちょっと試してみると、今までとは違った世界の見え方、感覚の受け取り方というものに気づいてもらえるんじゃないかなと思います。そうなってくると、その感覚が変わったということはその行動も変わってきます。で行動が変わるということはまたその世界から入ってくる入力も変わってくるわけですね。今まで行かなかった場所に散歩をしてみるようになった。するとまた風景が変わるわけですから、その風景によってまた気づくことがあると。するとまたその行動が別の行動に変わったりするわけです。というふうにして連鎖的にいろんなものが変化していくことによって、皆さんのその生活の中で、自分が成し遂げたいこととか手に入れたいことみたいなものにも新しく気づける。なのでこの今やっているマインドフルなことをやれば、自動的にすなわち夢が叶うとか目的や目標が叶うというそういった意味合いではなくて、本当に自分がいいと思っているものや好きだと思っているもの、あるいはこの世界がどういうものなのか、そして自分がどう振る舞っているのかということに対して新しい視点というものを得られることができるので、そうなると自分を含めたこの世界というものをどう捉えて、どう自分が振る舞っていけばいいのか、そしてあくまでも自分は、その映画を見させられている観客にしか過ぎないとなると、何か作用させられるのはあくまでもこの世界をどう投影しているかというコントローラーだけしか実は作用できないと。なので何かを強く望んだり必死になって何かをすれば世界がうまく自分の思い通りになるとか、自分の成長が進むんだではなくて、所詮この世界である程度作用させられるところというのはそのコントローラーが何とかできるところぐらいしかないということも気づけることができれば、しかしそれだけであったとしても確実に解釈だとか物の見方、視点というものを変えることができる。なので調整できるのは、世界を見た時にその世界の中から得られる情報の何が自分にとって重要で何が重要でないのかというのを今までは自動的に
捨てて拾ってってやっていたものを意識的にこれを拾うんだとかこれを捨てるんだということができるようになれば、この額に投影された映像も今までとは違った映像が投影されることができていくわけです。という意味で私たちはこの世界におけるその自由というものは、そこに投影するものをどんなものを投影するかということを選択するぐらいしか実は自由というものはないということですね。しかしそれであったとしても、そこに気づければその選択だけでも最大限やっていけば、かなりそのストーリーや投影されるものが変わってくる。するとそれに影響を受けた行動というものが変わってくる。これはバカにできないわけです。その少しの変化しか自分たちの自由がないにしても、それらを意識的に選択的にやっていくことによって長い時間をかければかなりの変化が起こりますので、なのでありもしないできもしない、引き寄せの法則といったような、ただ願えばいいんだとか、あるいは努力をしたらその努力分だけ世界が変わるんだみたいな、ある意味希望的な理想的な楽観論ですが、そういったものを信じてやってみたけれども大して何も変わらなかった、失望するよりもよっぽど現実的ですので、なので私たちに変えられるものはわずか。しかしそのわずかでも実は効果的にちゃんと選択的にやっていけばかなりのことが変わるといったことを理解してもらえればいいんじゃないかなと思います。あなたの世界は変わりますが、簡単には変わりませんし、そして劇的にドラスティックにいきなりは変わりません。しかしわずかな部分しか自分たちには自由がないにしても全くないわけではなく、その少しの選択の自由が積み重なるだけで長い目で見ればとても大きな変化になりますので、そこを理解しながら意識して最大限の努力をするんであれば、そのわずかな選択肢に対して行うといったことを現実的に捉えてやってもらえればいいんじゃないかなと思います。私の著作こういう技術まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。でそれ以外にもいくつか書籍を書いていますので、もしよければ読んでいただければと思いますし、まだ執筆中のものもいくつかありますので、それら出されましたまたこうした形で告知しますので、買って読んでいただければと思います。本日もお疲れ様でした。